ヒカトーク。僕たちリーパー大好きヒカセンです。己の好きなジョブ愛を語り合うシリーズ企画ヒカトーク。これまでのシリーズは概要欄を参照ください。本日はリーパー会をお届けします。留意事項はこちら。それでは早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。リーパーさん珍しいのが G の好きなスキルっすね。大体他のジョブって被るんですよ。暗黒騎士だったら例えばブラックナイトとかナイトとかだとかばう陰憫とか、その辺がこうやっぱり好きなやつとして被るんですけれども、リーパーさん珍しく全員バラバラっていう。このスプレッドシートを見てから、ペルフェクティをしっかり見たんですけど、あれって二人で合わせて打ってたんですねっていうのを最近知って、なんかちょっとエモいなみたいなのがありましたね。あれよく見るとなんか、リーパーのイングレスとかリターンとかのワープゾーンみたいなとこから攻撃出してて、こういう攻撃とかしてたんだっていう、なんか、モーションをよく見るいい機会にはなりました。いや、もうほんとその通りで、一人と一匹の状態の技と合体してる時の技と両方あるので、もう、どれか一つ選べってなったらそれになっちゃったんですけども、どの技も大好きです。全部止めてみてます。ですよね。全部派手というか、あと、エフェクトじゃなくてなんか音が気持ちよかったりとかするんで。わかります。わかります。クレストとか特にカチンとあれで音、そう、パリンもそう、なんか、鎌を地面に突き立てるっていうんですかね。カンってするのがすごいいい音してるなって。割れる時の音もそうですけど。好きなスキル全部見ても、あれですね、なんかこう、強さでこれが好きっていうのもあるし、こうモーションがいいよねっていうので好きなのもあるし、これのおかげで命が助かりましたっていう好きもあるので全部わかるなっていう感じだったかも。グラトニーも好きだな。アバターを呼び出してなんかバーンみたいな、かっこいい。グラトニーで行くと、その90以降でグラトニー打ったら使える、処刑人のコンボ、エクスギャローズ、あれはまたちょっとその行列でひたすらリーパー使った身としては、またなんか違う色が出てきたというか、こういう技もなるんだなみたいな、ちょっと新鮮さを覚えましたね。わかります。バフが処刑人っていうのがまたね、そう、かっこいい。すごいいい。なりました。かっこいい。じゃいい。またなんか、12秒心さらにくすぐるような。ジョブの魅力もなんか、みんな、鎌ってかっこいいよねみたいなこと書いてる方も多くて。かっこいい。かっこいい。かっこいい。鎌がかっこいい。鎌かっこいい。FF の序盤の中で割と一番でかいんじゃないかってぐらい、大きな鎌ですよね。オスラとララだったらだいぶ全然違います。全然違う。子供用ですもんね。ちっちゃい鎌はちっちゃい鎌でまた可愛いんですけどね。でも好きな鎌も結構バラバラですね。なんか。そうですね。そうですね。なんか意外と分かれてて。アバターズサイズが割と人気っぽいのは。アバターズサイズやっぱかっこいいっすよね。みんな引かせてほしいです。これ使う前までは、煉獄の、を使ってた、あれを結構好きなんですけど、これ見てからこれになっちゃいましたね。なんか鎖ついてるやつでしたっけ？そうです。なんか、そう、2枚刃の、なんか、ちょっと引いてるやつ。そう。あれかっこいい、普通に。あれいいですよね。かっこいい系が多いせいなのか、可愛いのとか、ネタっぽいやつが多くないですよね。そうですね。割と最近出たやつで、ドリームウェポンチェストの、そう。あの辺ぐらいしか多分可愛いのがなくて。でもあれ可愛くなかったですか？ライトヘビーの武器。そういえばそうだ。あれ染色したら結構可愛くなって、割と見た目珍しいなって。そう、鎌の端っこについてるアクセみたいなやつ揺れていいなって、可愛いと思いながら見てました。でも武器は初期の方の絶武器、リーパーの武器ないから、なんかちょっと悲しんでるんですよね。いやー、悲しい。わかります。もう早く来てほしい。たちはいいなって思って。ね、バイパーいいよね。取っといてるんだけどなと、たまに振り切って、なんか園芸士みたいな服で鎌を振ってる日もある。めっちゃわかる。はい。エプロンと帽子とみたいな。麦わら帽子かぶってみたいな。そう。ブンブンしてる日もある。いかにも園芸作業してますよみたいな方は確かに見たことありますね。なんか由来としても正しいので、それ。そう由来としても永遠詞がついてくるよね、確か。ガレマルドの。はい。そう、意外と知らない人がリーパー使ってない人だったら。なんかラピス・ラナリスとかでもリーパーの昔の話とか結構
ありました断ね。然な本であったねね読めるけどみんなにそんなの読んでないよって言われたからもったいないよね。まあ、ただなんか普通にめっちゃ死にまくってごめん園芸士になってたっていう時あるけどちゃんと由来があるんだよって思いながら軽く園芸士になってたって頑張りますとか言いながらちょっとわかるな。私なんか戦そうそうそう闘の時とかにディスデザインが入った時に、あ、ごめん、園芸士だったみたいな話をすることがありました。そうそうそうなるほどちょっと今からエリーパーになるわっつって言って。そう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 私、ネガキャスなので、遠くにいれば大丈夫だなって、ハルパに逃げちゃうんですよ。クリアしたと動画を見て、これ、なんか、打ってないけど、どうしてるんだろうと思って皆さんに聞いてみて、ああ、スプリントかーってなったりとか。でもハルパー強いから打ってもそんな罪悪感黄金入ってからそうゲージもらえるようになったんで。そう何も損しないし軽くの損失つかなにならないからい頃、真顔になりながらハルパーしてました。うんそうなんですよね。めっちゃわかります。行月までなんか野良でなんかなぜかわからないけどメレー3になってしまってなんか D3 になったことがあったんですけどそあの時もあーハルパーを打ってきたことがなんだっけ、滅の時の、あ外周あったじゃないですか。A やら C やらの時。あ、はいはいはい。あの時、D2 で入っちゃうと、茨がつくところかなんか。茨の走るやつ。待機時間殴れなくて、私はずっと、暗い300ダメージって言いながらずっとハルパ言ってました。ポイントですよね。そうそうそうペチしながら。 D1 頼むぞって言いながら、俺はここでやってるからなっつってずっと打ってました。他の自分への不満ってわけじゃないですけど、バイパーが、いやーやらの時にそう真っ先にリーチって言うと、お前譲れ飛び蹴りを結構難しく投げとけってなるねいですかリーパーってどっちなんだろうって結構なるので、なんかやるとどっちもいけると思われてる。どっちもいけるありそうじゃないですか。なんか1も2もありそうだから、野良でやってる時にちょっと無言の読み合いが発生するんですよね。侍1取ってくれよとか思いながらしばらく無言で待ってるみたいな。ピュアといえば私まあ二派なのでピュアっぽいし祈りながら。私も固定では D2 をもらうことが多いのでいいなと思いながら待ってる。一番どっちにも動かされるジョブだと思ってて初めから1に勉強してますね。なんか私もどっちも来そうだからなんか優先度真ん中ぐらいじゃないですか。そう竜さんが一番でも1に多い気がするな。忍者は2だし侍1だし。個人的には、竜騎士リーパーってなった時の、読み合い。読み合いが一番気まずいなって思いますね。気まずいプレイヤー同士の無言の片こうどうするみたいなのがそう。もう一人の親切さん、何もポジション言わないな、どうすんだろうみたいな謎の時間はありますよ。ありますよ。お好きな方でって先に打ったやつの勝ちだと思ってるんで。でもやっぱりそうなんだ。みんな悩むところだったんですね。私も毎回どうしようって思ってちょっと困って待ってたんですけど。悩みますね。2層で多分忍者さんがバイパーに着替えることあったじゃないですか。はいはいはい。バイパーが入ってたら大体1に行ってくれるだろうが時々通用しなくていや1って言ってくれって思いながら入ったり。そうバイパーで最近はなピクトの D1 宣言も多かったからな。私、滅やってた時、自分が近接1枚入ってて、待ってる時に、ピクトマンさんが入ってきて、私は D2 なんでって言って取られて、いや、自由枠でしたっけってなりながら、1行きまーすっつって、1やってたんですけど、心に決めてたんだけどな、D2 って思いながら、まあ、いっかっつってやってました。いいよ。大体体格になることが多いけど D4 の人が近接のところを覚えて両方やれっていうのも酷な話ではありますよね。そうですね。まあ確かにそうですね。なんか3回1ってなんとなくこう見慣れた景色でやってたいじゃないですか。はいはいわかります。 D2 の見慣れた景色が一番落ち着くから右下から見るそう。あの景色。あの景色がしっくりくるんだよなって思いながらたまに D1 なはずなのに D2 のところにちゃんと行ってワイプさせてこいつ前世 D2 だったんだなっていうのを見せつけてるっていうのをまずはわかります直前の1飯を D1 でやって次を D2 で行くと本当におかしな動きを。でもリーパーってなんかその辺の方向指定とかが結構自由なタイミングで打てるんで、その辺もなんか
割と自分の強みなんだよなとかそうそう思いながら。そうそう。うん少ない。貯めとけれるんですよね。方向指定を。そうなんですよ方向指定貯めることができるんで、なんか取れるタイミングで一気に放出できるのが、あれ便利だなって。ロス入っては、とりあえず2回ぐらいは余裕で入りますからね。ね。対してなんかもう基本的にリーパーって方向してあんまりないからあんま気にしないで敵を殴れる気が。うん。なんか文句とかそうそう初めて触った時に頭がおかしくなっちゃうかと思ったので、最近、リュウさん触ってて、なんかじゃない、バイパー触ってて、思ったより方向指定多くてしんどいな、これって思った記憶はありましたね。コンボにありますからね。そうそうそう。コンボに方向してあるジョブってしんどいんだなって。すぐにリーパーに帰って、やっぱこれだよなって思いながら、似てる似てるってよく言われるけど、全然似てないな、こいつって思いながら。それはめっちゃ思いました。そう。特に何が似バイパーてるんだ。バイパーってなんか、じゃあなんか、それおろしだったりとかも、ちょっとリーパーのレベルに似てるとかって言われますけど、バイパーって結構ゲージに余裕あるじゃないですか。うん、めっちゃある。リーパーないんですよね。足りないんですよ、リーパーだったら中と。かにアルテインサークルのリキャイ見て、これは残り青ゲージ20貯めれるこれみたいなのをずっとなんかヒヤヒヤしながら殴るみたいなことがあって。あ、そう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 、スライスのリキャとグラトリーのリキャを見て、ここの1分は吐いていいんだろうかっていうのを考えながらやんなきゃいけないけど、全然心配もない。ね、何して意味わからんもぐ、らい。そうそう、何してもたまるっすもんね。なんならなんかちょっとこれたまんないかもみたいな感じでリーパーの気分でいると溢れちゃうぐらいに。全然溢れる。まあ、赤ゲージがないから、その分なんか、あの人殴ってて、そう確かになんか50溜まったら、もう勝手に打てるけど、リーパーって赤ゲージから青ゲージに移さなきゃいけないから。うん。まだ赤窓の方が似てるでしょぐらいの気持ちで。あー、わかる。確かにわかる。そう。バイパーなんか手がいつもより忙しいからびっくりしちゃいました。初めて触った時。リケ早いなみたいな。そうですよね。忍者とかと同じように、そうそうちょっとそう。 GCD だいぶ早めなんで。手数が多くていつもと勝手が違うみたいな。アビリティがね、通常コンボ終わった後に入ってくるっていうのが、ちょっと忘れがち、自分は。通常コンボの最終弾打った後になんか打てるやつですよね。そう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 。アビリティをいつもどこかに置いてきちゃう。あと、あれかな、それ、ウェポンなんだ、いいなって思いましたね。それのあのボタンってウェポンなんだ、へーって思いながら。リーパーってレムール入るタイミングとかも結構シビアというか、そうですね結構余裕を持たせないと帰ってこないっていう。そうですね。あれ、リキャがついてるの結構知らない人いそうな気がするんですよね。やり込んでる人以外。あれ、開幕のプルハーベストのギリギリさが苦しいの分かります？めっちゃわかる。ああれ、やばいですよね。めっちゃギリギリ。うん、リキャと同時になんか先行入力で無理くりねじ込んでる感が半端ない。ちょっと遅れると、なんか、あれ、なんか、自信で止まってる。なんで、ペンティフルハーベスト打ててないみたいなことがあったんですよね。そう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 全部ぐちゃぐちゃになるから連打をして入ってくれ入ってくれって祈りながら押してるかも。ですね。みんなから集めた供物急いで入って着替えてるんで。あの供物でもなんか変わってアビリティももらえるようになってからは結構たまらないっていう心配がなくなった気はしますね、黄金に入ってから。ちゃんとそうですね。8きますよね。まあそうそう、行月までギリギリ7の時とかもあって7とか、なんか、下手したら6とかあって。そうそうそう、殴ってない人いるよねって殴ってねーって思って。パーティーメンバーのねスキル回しによっても火力がそう変わっそうそうてしまう。ごめんだけど一発だけ殴ってからヒールしてくれって思いながら。そうちゃんと殴ってほしいヒーラーの人に持っている切実な願いが応募になってからは、全然なんかアビリティで攻撃してくれたら、サイズでも打っててくれたらみたいな予想するとのとかありますね。でももうちょっとプレンティブルハーベスト余裕を持たしてほしいなっていう願いはいつまででもある。なんで、あれ、なんか使えるまで時間があるんだろうね、あれなんで時間あるんでしょうね。なんかずっとリーパー使っててもこれだけは謎。3GC くらいか。黄金になって、なんかいろんな120秒技とかが、なんか置き換えができるようになったじゃないですか。うんはいうん。はい先生だったら、なんか、ディビネーションがオラクルになったりとか、ああれで、ああいう120秒技がみんななんか、その後打てる大技みたいなのに置き換わってるから、じゃあこれ、アルティンサークルもそのままなんか、プレンティフハーベストとかなんのかなと思ったら、全然ならなくて、違うんだこれは、みたいな。バンスを打つときしか使わないのにって思ったことはあります。
確かにそうだな置き確か換えににならないですね、これ。バースト打った後にしか使えないのに、確かに。絶対サークル打った後なのに置き換わらない。そう置き換わらないから、あ、これは違うんだーって、なんかちょっとだけもやったことが。でも言われてみたら確かに。なんか変ですよね。そうなんでこれだけ違うんだろうって。でもどうなんだろう、今リーパーやってる人、これが置き換わりになったら、置き換わりの配置にするのかな。自分なんか多分置き換わりになっても変えない気がする。変えられ置き換わりない。変えない。持ってないっていうね、変えない印象がある。これから始める人のためにはいいのかもしれない。そんなになんかホットバーもそんないっぱい埋め尽くされるようなジョブでは確かにないので。うん。ちょうどいい。そうですね。だから次何変えるんだろうなって楽しみなくらいには完成されてる気がする。ですね。結構完成されたジョブだと思っている。今後期待の改善点みたいなのもワークシートにありましたけど、割とみんなそんなに不満がないというか、不満はない。には自分はもそうですねう開幕のね P ハーベストだけどうにかしてっていうところぐらい。あれだけそう先行入力ミスったらピタって止まっちゃう不具合。あれは不具合と言ってもいいのかもしれない。あそこだけ綺麗に入ってくれたら言うことないもんな。2回目のねバーストとかからは全然ね使っててくれるからいい。最初だけめちゃめちゃ緊張するというか、そうそうそうそこだけ最初だすっごいけそうシリアですもんねあそこだけすごいなんか緊張する。これまでは薬即打ちじゃなかったというか、薬で噛みかけて嫌な顔になった日はあったんですけど、プレンティフルハーベストの方が嫌な顔になるから、あそこだけ他あんなに連打しないぐらいめちゃめちゃ連打してますもん。最後の最後まで連打してるかなあそこ GCD の。噛むなよ噛むなよってカチ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 ってやってる。そう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 。あれ失敗したらなんか最後まですごいあーって気分になる。今回ダメだわみたいな気持ち。あーずれダメだずれたわっ何やってて。もダメみたいな気持ちになる。そうすごいなる。それこそリーパー、なんか一個ずれると本当にあと全部ずれていくんで、ちょっと緊張感あるところはありますよね。そうグラトニーも一個ずれたらもう今日は終わりだって思って。グラトにリキャで打てなかったらってなる。グラトニーもなんかもう30秒もほったらかしでは、なんかそのままそうそうそうりますね。なんかワイプしねえかなって。そうめちゃめちゃ思う。よくないんだけどグラトニーのリキャとねアルケインとか、ね、コムニオとか噛んだりした日にはねコムニオ栄称なんかキャンセルになっちゃってあのペルフェクがと思って。ね入らなかった時とかもワイプしてくれないかなっていう。あダメだこれいいかなとか、もう今日ダメだとか、なんか死んだ時よりでかい声出るとか。いやだから今回の2層がすごい来たくなかった理由がそれで、ウェーブ2の雑魚のところデスデザインつけなきゃいけないから、童話がいてもバースト外にバーストのねゲージを持ってかなきゃいけないっていう歯を食いしばりながらなんか打つっていう。みんなと、その次のバーストがあるから、先にサークル打つんですけど、内心モヤモヤしてるっていう。そうですね。そうそうそう。童話がいてもペルフェクがバースト内に入らないというか、入れようと思ったら多分デスのついてない雑魚に当てなきゃいけないから、もっと嫌な顔になっちゃうんだろうなって。デスデザインをつけずに敵を殴ることへのストレスがすごい。ね、ストレスすごいよね。それでいくと、それこそ今、粒子をやってて、トールダンが、なんか30何秒とかで消えるんで、開幕のやつだよねやだ。 32とかで消えるよね、あれ。なんか、なんでだよ、みたいな。だったら50秒くらいいてくれよ、みたいそう、生み出す一撃のためだけにやらなきゃいけないのかっていうか。エデンのピーチとかね、あれも32で消えるんだよね。だからデス1個分返してって。な。じゃあ、どっちがいいんだみたいな。デスデザイン入れて一発がいいのか、なしで3発がいいのか、どうするんだよ、みたいな。そう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 あれが嫌なんですよね。なんか絶妙なタイミングまで残られるとすごい迷惑。ね、いなくなるなら、早くはけてくれよ、みたいな。いっそ28秒ぐらいで消えてくれた方が気持ちはすっきりする。そうなんですよね。余る分には全然許せる。余る分には全然嫌で10%が乗らないっていうタイミングが出てくることがなんかむずがゆいですよね。特になんかリーパーってなんか基本コンボが指輪からぐらい火力高いじゃないですか。あめっちゃ高いよねそのあの辺とかをもう鑑みるとなんかこんだけ損失してるのかみたいなちょっと考えちゃうだけでもうなんか全てを投げ出したくなるというか。デスデザインって 10% 上げるよっていう感じだけど、やってる人的には乗ってない時に 10% 損失してるの気持ちの方が強いから、わかります。うんしてるんだ今っていう。今 90% で殴ってんだみたいな気持ちになっちゃう。
めっちゃわかるな。ついてないことはデバフだと思ってるんで。あ、そう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 。デザインつけずに殴ってたら、デバフついてた今っデバフてなる。みたいな感じ。友達とかにもリーパー教えてよって言われたらデスデザインを切らさないことから始めようってみんなに言ってるので、そうそうそう。溢れても別に損失にはならないけど、乗ってないことの方が罪深いような。でもなんか60秒、35秒とかで更新入ったりしたとき慌てて、あってなったりすることはある。確かに、あーってなる。デザインってゲージ上昇がないんで、無駄なデスデザインを入れると、それはそれでちょっとゲあージがそう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 ってなっちゃうんで、ゲージを増やせるところを損失してしまったってなるんで、そこもまたちょっと苗ポイントの一つですよね。結構なえる。それが今いらなかったなーっていう嫌すぎて30秒を切ってる時じゃないと打たないんですよね。あ、私もです。わかります。結構2回なんかまとめて20開幕に入れるとかは全然わかるけど、ちょっといっぱい打つの怖いな。29秒とかになってから入れたり、この後忙しいから先に入れとこうみたいな感覚ではするけど、あんまり打ちたくはない。確かにやらなきゃいけないことではあるけど。デザインの話をすると、ID だったりとか、あと最近でいくと、ジュノだったりとか、複数敵が出てくる時のデスデザインって迷いませんか？もう私、ゲージ欲しいので、とりあえずばらまく派です。あワーラルの方で私もばらまくガーッとつけてバーラルでバーンって当てて、あとはなんか最もう初数人釣った後に後から敵が追加されてくるパターンの時ってどうしてます入なんかれてるもう一回更新する時とかに溢れちゃわないかなって思ってうーんって悩む時があるんですよね。 ID なら誰かが殺してくれたらゲージになると思って、ああそうっす ID は割と、そう誰かしって思いながらワーラルを入れますけど、ゲージくれるかどうかなところはありますね。うん、ゲージになりそうだったら迷わずワーラルにしていただくっていう。ああ、うんはい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 。 3体以上来たらとりあえず置きワーラルで様子を。見るね。だから ID で今回のレースワーラルを打った後にレムールとかして敵をなんかいっぱい倒した時にゲージがモリモリ伸びていくところは割と好きだったりはしますね。うんあります今変身使った後にもゲージこんなにあるみたいな。やったーってなる。あれは嬉しい。次のボスにもレムール使えるぞってウキウキになることはありますね。でも ID 結構道中でどこまで貯めとくか悩むんですよね。みんそれもわながいっぱいかる。攻撃をしてくれているのに自分だけレベルをしていない、ごめんって思いながら叩いてる日がある。プレンティフルハーベストの効果がゲージ50上がるじゃなくてレムール実行化になっちゃったじゃないですか。うん、なりましたね。あれ、ゲージを貯める方法としてなんか、ゲージだけ貯めて変身せずに残しとくみたいなことができなくなっちゃって不便だなーって思ってます、ずっと。でも自分は逆に実質ゲージ3つ分持ち越せる時があるって考えるから、結構あれは嬉しかったかもしれない。マックスの状態、はい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 。青ゲージ。青ゲージ100の状態で持っていけるから、これ使っ気軽に制て。限時間がなかったらいいんですけど、あると思うよ。あーってなっちゃうちょっとそう、待つそう、から待って、そうあと8秒しかレムール実行がないんだけど、ザコもういないみたいな、次の敵早くみたいな時とかに、レムール実行化が消えてしまって、あーって思うことはあります。確かにちょっとあるかも。そうルールになったまま敵が来るのをぼんやり立って待っている時間がたまに出てこなかったって思ってヒューンって戻っちゃう。でもあれかな、バーストの時に使ったリムールってコムニアの後ペルフェクティをついてくるじゃないですか。はいはいはい。次の雑魚待ちとかしてる時にペルフェク実行化が消えるのがすごい悲しい時がある。消えたことある。あれ消える時がすごい悲しい。まだあるだろうって思ってたら残り1秒とかで、あって消える、あの瞬間。そう思ったより儚いですよね。レムール実行化とリキャストが一緒だから、レムールに着替えてもその秒数更新されなくて打てなかったりした時悲しくなる。リッパーの一番火力出る技です。プリント炊いて早くってしてるのにね、こことか歩いてくるタンクとか見ると悲しい。早くボスを釣ってくれ。走ってくれ。バフラン見てってあと8秒だよってなりながらぴょんぴょんしたりするけど、伝わらなくて消えた時はあってなっちゃう。じゃあわかるです。まあでもリーパーってゲージとか持ち越したりとか結構好きなタイミングで打てるから使いやすいなとは思う。 ID でもどこでも。どの方向にもジャンプできるんでね。イングレスいいよね。ニコも
落ちるんですけどね。自己放棄。外周飛んでっちゃう時あるよね。方向一瞬だけ変わって。よくやったのは、それこそ両月の時に絶粒子を、やってた時に、その当時って、ハルパーにゲージ上昇がなかったじゃないですか。なかった。そう、なんで 1GCD もったいないんで、開幕突進してデザイン入れて、つって言って、ゲージ上昇つってやってたんですけど、最初って、ハルパーを打つから必ず正面を向いているわけであって。そう、あれ、変な方向飛んでっちゃうよね。そう、打たずに、そのまま何も考えず、イングレスとかすると、あらぬ方向に飛んでって、いきなり外周に突っ込むみたいなことをちょいちょいやりましてですね。そうだ、今スティック触っちゃってたっていう。暴発イングレス詞は何回かやってますね。あー、わかる。イーグレスが特にあったかな。後ろって調節しないと見てないですもんね。ね。そうなんですよ。後ろを見ることって本当にあんまりないんで、後ろ見ることないいない。前の敵しかみたいな。向き調整してはいしか向けないやりますけど、本当に暴発したら絶対3回暴発して1回外しました、ホットバーから。あ、わかりますわかります。赤間もそうしたんですけども、後ろに飛ぶなと思って1回外してうん。前しか行かないって。そうだね。なんか私も一回外した記憶がある。イーグレスのせいでなんかワイプした時戒めとしてクリアするまで戻さなかった気がする。やりますね。あ、でもあれかな。ライトヘビーのハニービーの外周の方に行く時。なんか、なんかそう、あの時は使っしてた。そうそうそう。あの時は殴ってイーグレス炊いて3回してハルパーしてリターンやったらすごく綺麗に回るっていうのをやってたからあの時だけはイーグレス感謝してたかもしれない。それ以外でいい4層も使ったかも。最近サブジョブじゃないですけど、本当は心のメインジョブなんですけど、リーパーで、今回のレース機、クルーザー級とか最近触り始めたんですけど、2層の、羽で飛ぶ前の、瞬間あれも使う。あれもイーグレスとかをして、みんなの位置に戻って飛んでって、ペア割りなり、44頭割りをした後、ねリターンで帰ってくるってすっげえ気持ちいいなって思いながら。ね、あれ気持ちいい。リターンの気持ちよさ。イングレスとかリターンとかをなんかたまに知らない人に救出をされて申し訳ない気持ちになった日も。わかる。あれ出ちゃったみたいな。すんごくタイミングが悪くて引っ張られた瞬間に押しちゃって外周に落ちたこと何が起きたんだろうって思ったら救出さされたのかって救出された場所でイーグレスが発動すごい気まずい空間できるよねあれやされたら。大丈夫だから捨ておいてくれていいんだよって思って。でもごめん心配かけちゃったって思って。ね、なんか結構イングレスとかリターンイーグレスリターンとかするとね、あいつ大丈夫って思われるような動きにはなるもんね。確かに仕様を知ってても大丈夫かってきっと見てるんだろうなって思うもんな。たまにゲート閉じちゃう時ありますしね。ある。ありまめっすね。ちゃタイミングミスっていけるだろうと思ったら、実行されなくて、そう、あれっつって見たら、閉じてるっていう。もうワイプでお願いしますって思いながら、もういいところしてくれんと思いながら、あれしてますけど、まあ、ヒーラーさんからしたら、ご乱心かなって多分思われてるんだろうなと思って、すいませんって言いながら、蘇生もらったりしますね。今までで一番気まずかったのは、申し訳ないですって頭を下げて、大丈夫ですよって、私の迅速がなくなるだけですからねって言われてすいませんすぎる。ごめんなさいって。そうだからソウルスライスが2スタック溜まった時のストレス半端ないんですよね。そうですね。めっちゃわかる。これが押すだけでっていう。 50ももらえるのに、ね、これを余らせてるなんてって思う時はありますね。殺してくれって思ってます。そう。それこそワイプしてくれないかなと思う瞬間だわ。リパー苗ポイントが多すぎる。ポイントですね。で、それで切れる、ソウルスライスが溜まっている、開幕のプレンティフルが噛む、バーストまでにゲージが用意できない。グラトニーを入れられなかった。でもクレストは基本自衛に使ってるかもしれない。クレスト炊いて一人だけ残ったらもうなんかクレストのおかげで生き残ったんだってなる。めっちゃわかる。30秒っていいですよね。めっちゃそう30秒いい。好きなスキルにアルケインクレストを私は書いたんですけど、これは命を救ってくれたお礼として記入をしているので。ね、命救ってくれるよね、この子。すでに救ってくれてる、なんか牽制も入れて、アルケインも入れて、も自分にできるすべてを
やって生き残れることがある、割と。残るで言えば、タンクが落ちた時とかに、次のヘイト順番が自分でってなった時。あるあるある。すごいある。で、そう、とりあえず割って、で、だったらレムールして、ブラッドパスして、生き返るわ、みたいな。そうそうそう。あ、そうそうわかりますそうわかりますそう、めっちゃわかる。レムールで着替えてしのぐね、なんとかしのいでる起こし。てくれ誰かって言いながら帰ってきてたら牽制も使うよね。僕が、打ち返るまでは、ここは俺がみたいなタイミングがちょっとあるの、なんか、あんまり多分、周りの人的には多分そんなに多分なると思うんですけど、ヒーラーすごいんだなってなるんだろうと思うんですけど、こっちも頑張ってるよっていう。そうそう。あのタイミングでなんか、タンクが起き上がるまでに、なんか場をつないでみたいなのをやると、ちょっと脳汁ドバドバってなる瞬間ですね。あ、めっちゃわかる。なんとか耐え忍んだ感がすごい。そうそうサンバも炊いてくれて、そうあー、わかる。うん、優しい賢者がパンハイマーをくれて、そう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 。死ぬって言いながら、助けてくれって叫びながらも、クレスト、そうブラバス、ナイタン、レムールって。結構バカにならないですからね落ちてるタンクとかからいやバカにならない俺が本当に戻るまで耐えてくれみたいな。頑張ってるよ頑張ってるよって言いながらひたすら殴ってるけど。でも、そうなった時、そうでもしないと、持ってるゲージが死んじゃったら全部消えるから意地でも生き残る。バーストのレムールを使ってでも生き残りたいんだってなる。8で打つ分には後からどっかで補填ができるんで。そう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 、うん全然補填ができるし、もう最悪バーストね、グラトニーで使って開幕バーストもう一回したらいいって考最初えてる。に戻るだけなんで。そうそう、最初に戻るだけ。距離で毎回これ文句とかじゃないんですけど、なんか弾あんなに大きいのになんで他のメレーと3メートルで同じなんだろうってずっと思ってて、うん。拳で殴るジョブと弾のなんかレンジが同じはずないのにってずっと思って言われてみれば。確かに。ね。そんなバカなって文句さん腕長すぎるだろうって思って。ね。リーチを生かした上物を。はい、まあ一応だから、ハーベストムーンだったりとか遠隔技は確かにいくつか持ってはいるんですけど。そんなになんかいっぱい打てるわけでもないしなーっていそうそうそう。あれ見たときに、バイパーずるって思いましたね。思いましたバイバイね。こっちハーベストムーン大事にね、取ってるのに。そうそうそう。そう、大事に取ってるのに、まあいつでもチェーンブンブン投げとるやんけ、みたいな。あれずるいなって。いいなあれーずるいなーって。バイパーが嫌いなわけでもないし、使ってもいるんですけど、バイパーとリッパーって似てるからできるっしょみたいな感じ言われるとちょっと嫌な気持ちになったりはそうそうちょっと嫌だ。見た目ね、なんか仕組みは似てるかもしれないけど、中身ちゃんと見たら全然違うよって。違う。違う。確かにスタックとかあるし、方向指定のやつとかもあるし、ゲージジョブでね、ソレとレムールは似てるってなるけど、溜め方も違うし、放出の仕方も違うし、だってバイパーって綺麗に2分1分入っても回るけど、結構余裕あってゲージが。リーパー真面目に回してると、だんだんと崩壊していっちゃうっていう欠点があるから、そうなんですよね。意外とちゃんとすると難しい。言ってなんか綺麗に回って気持ちいいわとか言ってる時だけなんかちょっとだけそうだねみたいなそうだねってなる。そうだねってみたいになっちゃうから1000年のところかな、なんか IQ6000 のところ、あれ分かれるときに、ちょっと一回貯めれる、なんか、そうあそこ一回ハーベスト貯めれるんですよ、待ってる間。じゃあザコフェーズのとこか。そう、雑魚フェーズのところ。確かに確かに。そう線がついている間。そうそうそう、線がついている間、ギリギリ間にで。合うって教えてもらって、そうあ、ギリギリいけるん間に合うだって。あれもなんか、やってて、だからたまにサブジョブとかで、なんか、フレンドの配信見たときに、リーパーがやってなかった、損失だぞとか言いながら、そう、補充できるからもう持ち得ですもんね。ね持ち得ですね。うん、と思ったりはするからそうですと貯めれる場所探すのがすごい楽しい。わかるな。わかるな。めっちゃわかるな。ここ貯めてる間も楽しい。それこそなんかゼレニアとかのザコフェーズ終わった後、リコに入るまでのあの瞬間とか、ちょっと時と場合によるんですけど、貯めれるんじゃね貯めれるんじゃないはあるなみたいなのはやりますね。ね、よく動画とか見返してて、おってなることが多いのが、ハーベスト貯めれんじゃないここみたいな。ワンチャン5秒ぐらいあるかこれみたいな。そうそう。ソウル層いけるのではあの瞬間は結構あるかもだから、なんか、立派なやってるフレンドが、ソウルソウここ貯めれるんだよね、みたいな感じのことを言ってくれると、す
すごい嬉しい気持ちになる。あ、リーパーやってんなみたいな。なんかヒラとかやってて、フレンドがなんかリーパー出した時にデスデザイン切れてると、デス切れてるよって言ったら警察やめてねって言われた。いなんで見てんのって言われるから。や、見ちゃうっすよね、あれでも。逆になんか他のジョついてないと落ち着かないんですブ、よそう、他のジョブ触った時にデスデザインとか何もついてないの見て、なんかすごいモヤモヤしちゃうんですよね。そう。そう。アラ敵の、特にビアンスとかでデスデザインいっぱいついてるの見るとちょっと嬉しいんですよね。あ、わかる、うんめっちいっぱいいっゃわかる。ぱいいるみたいなのは、だからこの知らない今更新するんだみたいな。そう。で、逆に、グラトニーの、派生のね、デバフじゃない、バフアイコン。あ、はいはい。あれが一生見えなかったら、あ、グラトニー大丈夫そうってなる。あの人、裏手に打ってるかなみたいなのは確か多に。分この辺で打たなきゃずれてくと思うんだけど大丈夫って警察しちゃいがち。芸人警察とデスデザイン警察にはなってしまうのはちょっと。なってしまいます、ね。そうそう自分がよく使うジョブとか周りになんかずっと一緒にやってる人で同じジョブ使い続けてるみたいな人いると音でなんとなくわかるじゃないですか。あー、わかる。ハルケインの音だみたいな感じで。そうピギャーとかね、レムールのピギャー結構でなんか耳に入ってくる。わかる。独特ですよね。なんかうん他の人がどう感じるかわかんないけど、リーパーやってない方なんかバトルボイスと同じぐらい耳に入ってくるから。わかる。周りから見たら急になんか叫んでる人にしか聞こえないですからね。でもそう叫んでる瞬間結構好きですけどね。あー結構好きです憑依したわーって。なんか変わったわって感じがする。向いてる人とかの話になってくると、やっぱその FF14 本当に始めたばっかりですとか、こんな移動触ってみたいですって人たちって、なんか大体 FF はそのバーストを合わせてみたいな、そういうのをやっぱ知らなかったりするんですけど、リーパーその辺めっちゃわかりやすいんで、変身していっぱい殴ればみたいなのでわかりやすいし。そうあれ剣中にレムールたくさん入ってたらそれでいい。そう。それ以上求めてないみんな一旦ファースト中方向フリーですからね。フリー。フリーですよフ。リー方向自体もね通常コンボにもないしそうだからメレをそもそも触ったことないって人とかには本当におすすめ。めちゃめちゃおすすめ。ワイパーなんぞより方向しても少ないし、それは余りますよ初めてやるならね、一番簡単なんじゃないかと思ってるけど。なんかさっきあれの内ポイントが多いとか言ってたのになんか急に流れが変わった気が若干早口になってなんか饒舌に語り始めたら何なんだろう。違うんですよ。我々の不徳の致すところで勝手に慣れてるだけなので。あ、そうそう、こっちそうですが悪いだけであって、反省点なんでリーパーが悪いわけではない。私が悪いな。そうそう我々が悪いんそうで。シビアなね、なんかスキル回しを自分たちができてなかっただけの話。誰からもそこまで多分要求されてないから。そう、要求されてない部分をちゃんとしようとし自て、分がうまくできなくて落ち込んでるだけ。ね、初めのあたりも言ったんですけど、リーパーって通常コンボがそもそも強いから、いてくれるだけで強いと思ってもいいのかもしれない。一応シナジーだし。一応このシナジーもうちょっと強くしてほしいですけどね。なんか言われるんですよね。なんかリーパーってシナジーなのピュアなのみたいな。シナジーですね、一応。シナジです。シナジーです。シナジーです。なんか皆さんがあんま感じられないと思いますけど、一応シナジーでやらせてもらってますって顔をしてますけど。ピュアに間違えられるぐらいに強いって考えると、うん。まあ実際ピュアかっていうぐらい基本の火力がそう、あるので、出せるから。だからその相方メレーより順位が上だったらちょっちょっと嬉しくなってシナジージョブだけどって火力出せる子なんだ、偉いジョブだなーってなるアルチンスタッフル 5% になんないかな。ね。5% になってほしいですよねこれ。なんでほしいです。なってほしい。うんそのあたり強すぎてちょっとだけ中途半端ですね。一応申し訳程度のシナジーは持ってますよ、みたいな。メレーをやったことがないみんな、ぜひリーパーを遊んでみてねって感じですね。あ、本当にぜひ、うんぜひ。騙されたと思って。楽しいんでこのジョブ。に開かれているジョブと言っても過言ではないはず。ジョブ会も楽しんで。ジョブが楽しい。ジョブクエ楽しい、ジョブクエ楽しい。ぜひウルダハエ。楽しい。ヒュールダハエ。ラピスマナリスの読み物を読んでほしい。ね。ウニ。リーパー空いてると、上月のメインストーリーのゼロからのセリフが変わったりとか、あ、そう。そう。あと、アルフィンド君からもなんか、君はもうなんか、用意がどうとかみたいな話をされて、そう。いっぱい用いじりしても幸せでした。多分がね、あるから。うん。
やってほしい。やってほしい。なんか、ナエてるとか言ってるのはね、なんか、勝手に自分でナエてるだけだから。そう、ぜひ、そうそうぜひ。そうそんな、難しい、極めようと思ったら確かに難しいジョブなのかもしれないんだけれども、本当に、命令を触るジョブとしては、本当に一番おすすめできるので、本ぜひやっていただきたい当にですね。おすすめではある。おすすめですみんな。で大人気ジョブにしよそう、やったことない人は滑り打ちも覚えれるし。うち覚えるしキャスの人は逆に滑り打ちもうすぐできますからね。あ、ここだ、ここだって秒で見つけられますから、滑るポイント。う。もう本当に簡単なジョブなんで基本の部分は。基本は簡単。奥がなんか深い。そう奥が深いスルメジョブなんで、本当に味いつまでもする、飽きない。なんかバーストが破綻するおかげで、なんか我流ができるっていう。そうそうそう。そうそう。自己研鑽以外があるなんかゲームみたいな。ゲーム8回しをやってるから強いってわけじゃなくて、ゲーム8回しをすると弱くなる瞬間もあるから、結構考えていくのが楽しい。いろんな人に遊んでほしい。本当に、ちょっとなんか、開催できてよかったなって話で、ちょっと軽くショック受けてるから、本当、そんなにいいと思いました。うん。いないんだ。次は2倍の人数で2回目やりましょうってぐらいなんで、ぜひねね、触ってほしい。倍率上げてほしいです。お疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様ですありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。人の愛を聞くのは面白いですね。あなたのマイソウルジョブも放送があるかもですので、お見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。また動画化に至らなかった小ネタは X で流しますので、概要欄のリンクから X のフォローもよろしくお願いします。次回の放送をお楽しみに。おついえなし。